我が輩は猫である。名前はまだない。昔そうおっしゃった偉い猫がいるそうだ。僕も昔は名もなきただの猫だった。ご機嫌だね、ナナ。そろそろ行くよ。これはサトル、僕の飼い主だ。出会いは5年前。5年前の僕は誇り高き野良猫だった。僕は狩りの名手だが、たまにはこんなこともある。おい、猫。サトルは当時僕の熱心なファンだった。狩りの調子が出ない時の保険としてこういうファンの獲得は大切だ。でも慣れ合いは禁物。厳しいな、相変わらず。おさわりは貢ぎ物と引き換えだ。そんな僕の人生ならぬ猫生を大きく変えたのはある春の夜のこと。猫集会に向かう途中だった。一瞬のミスが命取り。野良の世界は厳しい。助けてくれる誰かなんていやしない。いやしないのに、僕はその時あいつのことを思い出してしまったんだ。痛い、助けろ、助けろ、どうにかしろ。おーい、猫。よかったな。お前俺を呼んだよな。呼んでくれたんだよな。偉かったな。よく俺のこと思い出したな。こうして僕はサトルの猫になった。ちょっと頼りないところもあるけど、サトルは猫の下僕としてはなかなか優秀だし、何より僕のために泣いてくれたからね。ごめんな、ノナ。飼えなくなっちゃって。本当にごめんな。もう100万回聞いた。耳にタコとかイカとかできちゃうよ。もう少しで着くからね。
久しぶり久しぶり車これよかった？あ、じゃあそこ駐車場だから移動してくれる？オッケー。ナナナナ出てきそうにないの？そのうち慣れたら出てくると思うんだけど。慣れることもないし出ていく予定もないね。どんな事情があるのか詳しくは聞かないけどさ、悟が猫手放すってことはよっぽどのことだもんな。俺でよければ喜んで引き取るよ。コーヒー。俺が入れたのなんてうまくないかもしんないけど、ありがとう、もらうよ。今日は奥さんは？実家いろいろあって。ああ、でも悟の猫のことメールしたら初めて反応あったんだ。うちの奥さん猫好きなんだ。だから猫を引き取ったら猫に釣られて帰ってくるかもしれないし。どんなヘマやって出て行かれたか知らないけどさ、奥さんの気を引く餌にしようなんてこのナナ様も舐められたもんだ。なんか面倒なこと持ちかけてごめんな。写真見て驚いた。ハチにそっくりなんだな。本当はハチなんじゃないの？ハチ？僕の名前にプラスワン？なんか時間ってあっという間だな。悟と一緒にハチ拾ったの昨日のことみたいなのにな。覚えてるか？忘れようったって忘れられないよ。そっか。懐かしいな。じゃあな、サトル。じゃあな、サツキ。こうちゃん。うわー、かわいい。僕、飼っていいかお母さんに頼んでみる。ずるいぞサトル、僕が先に見つけたんじゃないか。ごめん。こうちゃんが先に見つけたんだから、こうちゃんの猫だよね。いや、軽いな、ちっちゃいな。結局親父がどうしても飼うこと許してくれなかったんだよな。家出までしたのにな。家出しようって言い出したのは悟だろ。あれで余計こじれたんだぞ。そうだっけ？そうだよ。分かってるって。こっちこっち。早く行こう。おい、お前ら昨日どこ行ってたんだ。やめよ、捕まっちゃうよ。ちょっと待って、ほら。なんで。あー、もう無理だ。おまわりさん怒ってないから。早く。待って、ほら。待ってなさい。サトルの嘘つき、家出なんかしたって全然うまくいかなかったじゃないか。まだわからないよ。ここから一発大逆転。できるわけないだろ。いたぞ。猫でもいる。おすけ、降りてこい。いい加減にしろ。ああ、もうダメだ。絶対ぶっ飛ばされる。諦めるなよ。諦めたらそこで試合終了だぞ。もうとっくに終了してるんだよ。任せとけ。サトル？
こうちゃん、ちょっとそこに立ってくれる？いや無茶言うなって。だってこうちゃん、猫飼いたいんだろ？無理だよ。っていうかサトルが僕の代わりに飼ってくれればいいじゃないか。え？僕が飼ってもよかったの？普通は友達と猫を心中させるよりも先にそっちを考えるんだよ。お父さん、お母さん、こうちゃんがうちで猫飼ってほしいって。そしたら飛び降りるのやめるって。猫でも犬でも飼っていいから、こうちゃん思いとどまらせなさい。もうワニでもカバでもいいから降りてきなさい。カバ部屋に入んないでしょ。コビとカバなら大丈夫だ。ゴミとカバなら大丈夫。降りてきなわかさい。った。サトル。やったやったハチかわいいな。ハチ。ハチ。ちょっと待ってハチ。何ちょっと何してんの？追いかけるから逃げるんでしょ。サトル、熱下がったみたい。蜂のおかげかしら。ごめん。風邪うつっちゃった。大丈夫大丈夫。でもいい猫だったよなハチ。俺が親父に叱られて悟の家行ったらさ、ずっと膝の上に乗ってて。しょげてる下が分かるんだよな。うちの親が喧嘩したらいつも負けた方にくっついてたよ。まあほとんど親父だったけど。おじさん弱かったもんな。ほんと弱いんだよ。なんだろうね。子供だな君らは。ね、懐の深いオスはメスを立てるもんだぜ。ねえ、お小遣いこっちのお財布とこっちの小銭入れに分けて入れとくからね。いっぺんに使っちゃダメよ。ちゃんと考えて使うのよ。それから洗濯物はこの袋に入れることね。分かった？ちゃんと聞きなさい。お母さんが悟の修学旅行の準備してんのよ。そうだ、ちゃんと手伝え。お父さんだって出張の時の準備はお母さんがしてるじゃないか。だってお父さん仕事だもん。どうしてそこでお父さんも今度から自分でするって言えないの？俺がやると忘れ物多いしさ。大体あなたがそうやってだらしないから悟が真似するんでしょ。もうヒステリーを起こさないでよ。もう鬱陶しいな。こら、元はといえば悟のせいでしょ。もう知らない。あと自分でやらさい。今のは悟が悪いぞ。ちゃんとお母さんに謝んなさい。謝ったって知りません。
お母さん本気で怒っちゃった。仲直りするいい方法を教えてやるよ。お土産だよ。単純すぎない？何を言う。お父さん出張前に喧嘩したらお土産で100発100中仲直りしてる。殿下の方とだよ。じゃあ何を買ってきたらいい？京都だろ。有名な油取り紙があるからそれがいい。お父さん京都に出張した時お母さんのお土産にしたけどめっちゃくちゃ喜んでた。その時も喧嘩してたの？それは聞くな。いいか、幼児屋ってところの油取り紙だ。大人の女の人が顔に使う薄い紙。幼児屋？幼児屋。幼児屋。幼児屋。お母さん喜ぶ？お父さんにしてはセンスがいいって褒められた。間違いない。それ褒めてるかな。ごめん、褒めてるよね。褒めてる。お小遣いいくらもらった？多分3000円ぐらい。8。8。お母さん。ごめんね。いいのよ。お母さんもちょっとカリカリしすぎた。お土産、幼児屋の油取り紙買ってくるね。それってお父さんの入れ知恵でしょう。楽しみにしてるね。ほら、もう寝なさい。おやすみ。おやすみ。お父さんのお土産これにする。うちはお店じゃないからこっちかな。この猫どことなくハチに似てるし。お母さんには何にする？なんとか屋ってところの油取り紙なんだけど忘れちゃって。すごく有名なんだって。全然わかんない。それでなきゃダメなの？うん、仲直りのお土産だから。へえ。思い出せるといいんだけど。これ買ってくる。うん。ねえ、あっちにお店あるから見に行こう。どこ？あそこあそこ。あった。おおきに。宮脇くん。はい。
宮脇くん、ちょっと来なさい。え？いいから。どうしたんですか？後でちゃんと話すから。今急ごう。ね。どこに行くんですか？あれ？先生と帰るの。悟？ただいま。お母さん、今日水寺でお土産買ってきた。さえ朝倉。これから悟くんのお家に行くわよ。すぐに着替えて。そういえば悟、修学旅行の途中で家に帰っちゃったんだ。何かあったの？ご両親が亡くなったんだ。え？わからないのかバカ。悟君のお父さんとお母さんが死んだんだ。交通事故だったの。一緒に車で出かけてて、飛び出してきた自転車を避けようとして。自転車の人は無事だったんだけど、いっぺんにご両親を2人とも亡くして。悟君かわいそうにね。本当にかわいそうにね。康介、傘持っといてくれる？うん。この度はご愁傷様でした。どうも。どうもご苦労様です。どうも。先生、お母様、本当急なことでびっくりしました。本当に。康介君の様子どうですか？今のところ大丈夫なんですけど、注意してみてください。大丈夫。座ろうか。これ幼児屋の油取り紙だと思うよ。仲直りのお土産。ありがとう。この子修学旅行から帰ってきて初めて泣いたの。やっと泣いてくれたの。本当にありがとう。
無理無理、おばあちゃんのお世話だけで手一杯だわ。悟君もう6年なんだからおばあちゃんと一緒にすることはないだろ。宮脇の本家が引き取るのが一番じゃないのか。その本家の反対を押し切って結婚したんでしょ、あの二人は。迷惑よ。やっぱりそうなると施設ってことになるか。そうね。それがいいだろう。悟は私が引き取ります。何言ってるの？結婚もまだなのに子供なんて育てられるわけないでしょ。でも悟は姉の子ですから、私が引き取るのが筋だと思うんです。筋ね。判事さんらしい言い方だな。だけど子供を育てるのは法律通りにはいかないよ。そうそう、理屈じゃないんだから子供は。理屈で言ってるんじゃありません。気持ちで引き取りたいと言ってるんです。一体何なんですか？自分たちは引き取りたくないと言いながら、私が引き取りたいと言えば難癖をつける。どうしてもあの子を施設にやらなきゃ気が済まないとでも言うんですか？参ったね。いやちょっとね、びっくり。姉に似て気が強えでやんの。可愛い騙してすね。相手だけどなかなか大変だぞ。悟。はい。親戚の人たちと話し合ったんだけど、おばさんとこ来てくれる？おばさんと一緒に暮らそう。ハチも一緒だよね。おばさん転勤が多くてね、感謝住まいだからペットは飼えないの。ペットじゃないよ。ハチは家族だよ。悟。ほら、これも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 全部ハチが一緒だよ。ハチは家族だ。家族なんだ。ほら、これもこれも分かった分かった。これもこれも分かった分かった分かったね。ハチは家族なんだ。だよ。ほら見て、ね、これも分かったよ。これも分かったよ。ね、ほら悟。これもこれもこれも全部分かった分かった。ハチが一緒なんだよ。ね、ほらこれも。ねえお父さん、あ、サトルんちのハチ飼っていい？ダメだ猫なんか絶対ダメだぞ。でもサトルはお父さんもお母さんも死んじゃったんだよ。それなのにハチまでさ、知らない人のところに行くなんてかわいそうだよ。親戚なんだから知らない人じゃないでしょ。でもサトルはよく知らないって。とにかくダメだ。猫なんて10年も20年も生きるんだぞ。お前一生責任持ってんのか？持つよ、持てるよ。そういうことは自分で稼ぐようになってくれることだ。生意気言うな。お父さんなんか大嫌いだ。康介。
息子の親友のために猫一匹引き受けてくれないなんてな。子供心に情けなかったし悔しかったよ。でも写真館ついたじゃないか、勤め先辞めて。写真の話する時だけは仲良く話せたんだ。引退するって宣言された時急にかわいそうになってな。じゃあ最後最高の笑顔で。オッケありがとう。でも今は継いだこと後悔してる。どうして？嫁さんとの関係が最悪。後継ぎ早く産んでもらわなきゃとか平気で言うんだぜ。そんな矢先に初めての子流産しちゃってな。そん時の言葉がこうだ。あんたもこれで子供ができるって分かったわけだからって。それで奥さん実家に？ああ、たまに死んでくれねえかなって思う時あるよ。すまん。親子関係なんてそれぞれだろ。俺は両親と仲良かったけど、もし康介のお父さんが俺の親父だったら愛せたかどうか。世の中には親になるべきじゃない人間もいる。絶対に。奥さん早く戻ってくるといいな。どうかな。俺のことも不甲斐ないと思ってるだろうし。条件反射ってのは怖いな。俺はいまだに親父に口答えできない。怒鳴られると黙っちゃうんだ。猫がいたら帰ってきてくれるかもなんて逃げかもしれないけどさ。甘ったれるな。僕で奥さんを釣る前に自分が親父と戦え。なあなあ。あのさ、康介は猫を飼うなら奥さんと新しい猫を探した方がいいんじゃないかな。俺の猫を引き取るとお父さんにハチのことを当てつけてるみたいだろ。親父はどうせハチのこと覚えてないよ。でも康介は覚えてる。だから奥さんと飼う猫は何の事情も引きずってないまっさらな猫の方がいい。まあそういうことだ。いい加減親父の呪縛は乗り越えとけよ。猫ならあまねく生後半年で親離れするんだぜ。本当に似てるよな。触ってみる？機嫌が治ってたら触るくらいは。やめとくよ。未練になる。ありがとな。ん？何が？いや、なんか嬉しかったんだ。まだ俺は俺を頼ってくれる友達がいるんだなって。こっちこそありがとう。俺には頼れる友達がいるんだって心強かった。じゃあな。お。また来いよー。
康介は猫を飼うなら奥さんと新しい猫を探した方がいいんじゃないかな。もしもし。俺だけど、さ、何？二人でまっさらな猫を探してみないか？何言ってるのよ。お父さんが許すわけないじゃない。大丈夫。親父に文句は言わせない。知らなかったわ。中から開いちゃうのかな。むやみやったら似てないけどね。もしもしよしみね。ちょうどよかった。今ナナの最初のお見合いがダメだったところでさ。サトル、すまねえ。こっちで子猫拾っつまってまだちゃこくて手間かかるから引き取るのに3ヶ月待ってもらっていいが。あーそっか。あいやすまねえ。あ、いやいや、それならいいよ。他にも引き取ってくれる当てはあるし。ありがとう。じゃあへばな。おめえめんこいな。次中学時代の友達を頼ろうと思ってたんだけど先に子猫拾っちゃったって。そいつもいいやつだから絶対安心だと思ったんだけど。そもそも僕は悟と離れるつもりはないんだ。僕の意思を無視したお見合いをセッティングしないでほしいね。でも大丈夫。他にも引き取りたいって言ってくれてる人たちがいるんだ。だから僕の意思を聞けというのに。よし。ねえ、本当に大丈夫なの？おばさん車の運転くらいでそんなに心配しないでよ。俺これでもゴールド免許なんだから。そうだけどでも長距離運転なんでしょ。疲れとか出たらどうすんのよ。大丈夫だって。それよりものすごいいい天気でさ、富士山がすごいんだ。富士山？後で写真送るね。楽しみにしておいて。心配性のおばさんのおかげでゆっくり富士山見物できたな。どう？気に入った？いいね。大きいことはいいことだ。富士山の実物を見たことのある猫なんて日本中にどれだけいるのかな。それを思うとスペシャル感あるよね。杉もいいやつだからきっとナナも仲良くなれるよ。宮城、久しぶり。久しぶり。よく来たな。やっと来られたよ、杉のペンション。いい感じだな。まあな。寒いね。山だからね。まだまだ冷えるよ。なんか手伝う？あ、大丈夫。近子さんは？
相変わらず元気すぎるほど元気だよ。そっか。お、こいつがナナか。こんにちは。ナナ。かわいいな。ああ、中入る前にうちの犬紹介するわ。うん。あいつトラマルって言うんだ。はじめまして、トラマル。ほら、ナナだよ。なんだお前。出てけ。ふざけるな。サトルの喧嘩を売るなら僕が相手だ。表に出ろ。じゃない、出るから待て。いいから帰れ。出せサトル。あいつに礼儀ってものを教えてやるんだ。大丈夫だから。怒らないよ。ドラ、ドラおいで。ドラ。どうしたの？宮脇。久しぶり、千佳子さん。大丈夫？あ、うん、大丈夫。俺たちがちょっとトラマルをびっくりさせちゃっただけ。ごめんね。普段はめったに吠えたりしないんだけど。気にしないで。あ、それより中に入っていいかな。うちのは結構喧嘩っ早くてやる気満々みたい。トラマルは俺が叱っとくから、とにかく上がってもらえ。そうね。ようこそペンション杉へ。これ荷物？うん。持ってくね。ありがとう。はい。荷物置いたらこっちに来てね。お茶入れるから。分かった。ナナ。さっきはトラマルが驚かせてごめんね。くつろげるといいんだけど。ありがとう、千佳子さん。すぐ行くよ。うん。なるほど。出すならもっと早く出せよ。まったくあの犬野郎をしつけてやったのに。千佳子さんから聞いてるよ。モモだね。俺は宮脇悟。そっちはナナ。よろしくな。はじめまして。礼儀正しいご主人ね。それに比べてお宅の犬野郎ときたらどうなってんの？友好的に挨拶した人間に牙を剥くなんて。うん。モモとは仲良くなれそうだな。こんにちは。こんにちは。ようこそペンション杉へ。こんにちは。こんにちは。お部屋の2階ですのでご案内します。杉と千佳子さんのペンションがうまくいっててよかったよ。雑誌とかにも結構取り上げられてるんだね。犬連れだけじゃなくて猫連れの客も狙ったのが良かったのかも。猫連れか。千佳子さんのアイディわかる？ア。まあ同じ猫バカとしてはね。楽しそうだな。何話してんの？ペンションが流行ってよかったって話。宮脇の方は大丈夫なのか？ん？お前んとこの系列グループ大規模リストラに踏み切ったんだろ？ニュースで聞いたからさ。それで猫飼えなくなったのかなって。まあでも他にもいろいろあって、ナナを引き取るって言ってくれて助かったよ。俺にとっては大切な猫だから誰でもってわけにはいかなくて。杉夫妻なら安心だ。先に言っておくけど私たちナナのことは一時預かりだと思ってるから。もちろん大事にするけど、また一緒に暮らせるようになったらいつでも迎えに来てあげて。ありがとう。オンに来ます。姉子。お、いいってことよ。よっ、日本一。
よね。何言ってんの、もう早くしてよ。待って、信じらんない。ノート見たいっていうから遠回りして家に寄ってあげたのに寝坊なんてさ。悪かったって。何ねえ、このテストで遅刻なんてシャレになんないわよ。ほら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 、うちのクラスの宮脇じゃね。何してんだ川の中で。何してる犬川に落ちて動けないみたいなんだ。ほら大丈夫だよ、こっちおいで。ほらどうすんの？テスト遅れるぞ。放っておけないでしょ。あ、いいよ、しんちゃん先行って。大丈夫だから。ちょ待って、こっち来て。大丈夫だから。手伝うよ。じゃあそっちから来て、挟み撃ちにしよう。あ、俺が行く。しゅうちゃん、チャンス捕まえて。これで犬の顔を追って。大丈夫だよ、大丈夫だから。ありがとう。よかった。大丈夫だよ。お前らが嘘をついてるとは言わん。だがな、試験を放り出してまですることか。学生の本分は勉強だ。でも見捨てるわけには。たかが犬だろ。結局保健所行きだってのに。私が買います。お前も勢いだけでまたそんな。買うと言ったら買います。勢いだけであの子の命が助かるなら上等だわ。めんどくさくて保健所に連れて行くような大人になりたくないもの。だいたいたかが犬っていうなら試験だってたかが試験じゃないですか。追試ぐらい何ものまだっていうのよ。すいません。おう、追試。はい。一緒に帰ろうね。大丈夫だよ。お家帰ったらお友達いっぱいいるから楽しみだね。咲田さんってさ、いつもあんな感じなの？子供の頃から動物かかるとむやみに強いんだよ。幼馴染なんだ。しゅうちゃん。おいみっともないからやめろって言ってんだけどな。いいじゃんか、可愛くて頼もしい幼馴染でさ。可愛いか？可愛いよ。でもあの犬本当に大丈夫かな？大丈夫だよ。あいつんち家族ぐるみで動物好きだし、犬猫合わせて5、6匹いるんじゃないかな。猫もいるんだ。千香子はどちらかというと猫派かな。今度見せてもらいに行こうかな。俺も猫好きなんだ。バイト？うちの学校バイト禁止だぞ。そうなんだけど、俺お小遣い欲しいって言えない事情あってさ、夏休み中にどうしても高松まで行きたいんだ。高松って四国の？何しに？会いに行きたいんだ、猫に。猫？うん、昔うちで飼ってたんだ。ありがとな、杉までバイト付き合ってくれるなんて。それはいいんだけどさ、近くに結局うまく乗せられただけじゃね。でも確かに咲田さんの家の茶畑の手伝いなら校則の例外に当てはまるよな。要するに家の手伝いを押し付けて楽したいだけだったんだよ。咲田さんの話になるとなんか杉は手厳しいんだな。いい子だし可愛いのに。褒めすぎだよ、褒めすぎ。それ絶対本人の前で言うなよ、調子に乗るから。ちゃんとやってる？
どうせ私の文句とか言ってたんでしょ。人使いが荒いって。なんでわかったの？おい、ご明察。やっぱりこいつが次がね。おい、どっちでもいいよ。ほら下ろすの手伝ってくれ。はい。宮脇っていいやつだよね。好きな子いるのかな。よし、仕事するか。ちゃんとやってよ。おはよう。おはよう。夏休みなのにずいぶん早いのね。友達と約束あるからね。そう、いつも忙しくてごめんね。今年の夏休みもあんまり一緒に過ごせないかも。大丈夫だよ。俺もう高校生だよ。あ、そっか。まあ今更か。あ、ねえ、お小遣いとか足りてる？遠慮しないで言ってよ。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。もしもし。はい。遅れてすみません。ちょっとひどい顔色。大丈夫？おい宮脇、無理すんなよ。早く高松行きたいのはわかるけどさ。もしかして昔飼ってた猫に何かあった？電話があって今朝、車にはねられて。大事な猫だったんだね。家族だったんだ。両親が生きてた頃、一緒に暮らしてた猫だったんだ。ハチって名前で。ハチ、かわいい。優しい猫で。高い高い。ハチハチハチ。家族が喧嘩したらいつも負けた方にくっついて慰めてくれて。俺のこともいつもいつも。バイトどうする？続けるか？高松行く理由なくなっちゃったしな。行かなきゃダメ。お金貯めてちゃんとお別れしてこなきゃ。死んだ猫はちゃんと悲しまないと片付かないんだよ。ここで間に合わなかったって拗ねてないで、ちゃんと悲しんでおいでよ。間に合わなかったけど会いに来ようとしたんだって言っておいでよ。宮脇がちゃんと片付けてあげないと猫も心配で浮かばれないよ。よし、じゃあこのメロン食べてもう一仕事ね。ほら食べて。はい。
疲れ。お疲れ。あ、宮脇。お土産よろしくね。だからお土産。了解です、姉子。じゃあね。じゃあね。あ、ちょっと杉、早いよ。杉、待って。行くっしょ。定食屋。オッケー。行くの？お、行く？行かない。行かないのか、なんだよ。はい、杉、これお土産。おうわ、讃岐うどんじゃうまそうサンキュー、あれ、私のは？はい、姉子のはこちらでございます。あ、幼児庵？あと？あ、手鏡？かわいい。いいね、この色。ちかこ。ありがとうね、宮脇。じゃあね。じゃあね。何もらったの？幼児屋って京都も行ったんだ。小学校の修学旅行で行ったんだけど、その時両親亡くしてとんぼ帰りみたいになっててさ、せっかくだからと思って。なんでもらったの？やっぱり親父の言う通りだった。何が？親父がお袋のお土産は幼児屋の油取り紙にしたらいいって言ってたんだ。絶対喜ぶからって。きっとあんな風に大はしゃぎしてくれたんだろうな。ありがとね。おう。何にする？え？わ、オムライスかな。俺カレーにしよっかな。でもオムライスもいいな。ごちそうさまでした。あのさ、俺宮脇が高松行ってる間映画見に行ったんだ。近子と。お前がいる時だと近子はきっと宮脇もって言うと思ったから、わざとお前がいない時狙って誘った。俺近子のことが好きなんだ。ちっちゃい頃からずっと。わかるよ。あんないいことを子供の頃からずっと一緒にいたら好きにならない方がおかしい。やべ。じゃあ払っちゃうね。2人分で。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。よいしょ。頼む。今の絶対近子に言わないで。お前にそんなこと言われたら近子きっと。単なる一般論だろ。神経質になりすぎ。それに俺卒業までには転校しちゃうからさ。おばさん仕事の都合で転勤多いんだ。遠距離になるのが最初から分かってる恋愛なんてちょっと辛いだろ。ほら行こう。ごちそうさまでした。ごち
つもありがとうね。スイカ美味しかった。じゃあまた明日。じゃあな。なんでお前はさ不幸なのにいいやつなんだよ。別にいいやつじゃないよ。それに俺は不幸じゃないし、前提がおかしいよ。私先お風呂入るね。まあ酒。もうよせって。とりあえずさ、寝室に行こう。寝室に行こう。なんで待ってなんで寝室に俺がお前と行かなきゃいけないんですか？だってとことん飲むんだろ。とことんならぶっ倒れられるように寝室じゃないとな。何あれ、酒癖悪すぎ。友達って聞いてたけど、杉は悟をあんまり好きじゃないのかな。千香子は昔あなたのご主人を好きだったらしいのよ。え？それ本当？少なくともご主人はそう思ってるみたいね。あ、そうか。あの犬野郎は杉の犬なんだろ。これで合点がいったよ。あいつなりに杉に忠義を尽くしてるつもりなんだな。虎丸は若いからちょっとまっすぐすぎるのよ。モモはご主人のこと何でも知ってるんだね。長い付き合いだもの。もう15年になるかしら。そんなに長く一緒にいられるなんて幸せなことだね。そうね。はい。ありがとう。何の薬？美味しくてちょっと食べ過ぎちゃった。杉は大丈夫かな。いつもあんなに酔っ払うの。嬉しかったのよ、宮脇が来たから。もっとも今日はグダグダすぎたわね。ほんとグダグダ。優しいのよね。優しくてちょっとヘタレで、イラッとすることもあるけど、私がそばにいてあげなくちゃって思っちゃうのよね。杉は幸せ者だな。明日の朝、もう一度ナナと虎丸のお見合いきちんとしないとね。ありがとう。こちらこそ私たちのこと頼りにしてくれて嬉しかった。じゃあおやすみ。おやすみ。こーら虎丸。ほら大丈夫かな。めっちゃ興奮してる。帰れ。お前がいたらご主人と奥さんがずっと宮脇のことを考えるんだ。お前みたいに頭の悪い犬野郎がいる家なんかこっちから願い下げだね。ちくしょう、帰れ。宮脇を思い出すものをこの家に入れるわけにはいかないんだ。だって黙れ。それ以上言ったら痛い目に遭わせるぞ。だってこいつからはもう助からない匂いがする。僕は黙れと言ったんだ。あ、なんだ。ごめんな、本当に。こっちこそ悪かったよ。でもナナに怪我なくてよかったよ。本当に預かりたかったけど残念ね。もう
いいって、相性の問題は仕方がないよ。虎丸、見送りぐらい静かにしろ。ありがとよ虎丸。どうやって帰るか悩みどころだったけど、お前のおかげですんなり帰れた。虎丸のことは任せて、ちゃんと話しておくから。じゃあ俺行くわ。ありがとう。ごめんね。あ、勝ったよママ。気をつけてね。うん。はい。今だから言うけどさ、何？俺高校の頃千佳子さんのこと好きだったんだ。知ってた？やだ、一体いつの話してんの？今さらそんなこと言われても。だよな。まあでも気になる二人の男の間で揺れる乙女心なんてものを経験しておいてもよかったのかも。じゃあな。うん。気をつけて。じゃあね。何よ。何が？え？うん、なんでもない。おばさん？うん。予定通り大阪から北九州行きのフェリーに乗った。あ、本当。お父さんとお母さんのお墓参りをしてから向かうから、おばさんの家に着くのはあさっての夕方かな。ごめんね、結局奈良も一緒で。いいのよ、気にしないでいらっしゃい。でもナナのために転職までずっと判事の仕事に打ち込んでたのに。転勤が多くて疲れちゃったのよ。区切りがついたら福岡の法律事務所で働くつもりだったの。先輩が前から誘ってくれててね。それよりねえ、車の運転大丈夫？またおばさんの心配性が始まった。大丈夫だよ。そう？じゃあとにかく気をつけてよ。うん、ありがとう。はい。菜の花いっぱいだね。ねえねそうだね、すごいいっぱいだね。え、ちょっと寄ってみる？
ナナほらナナほら綺麗だろほらすごいねサトル。だだっ広くてさっきフェリーで渡ってきた海みたいだ。じゃあナナ行こっか。ナナどこ行った？戻っておいで。ナナ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 ナはいはいここだよ。バカ、こんなとこで見失ったらもう探せないぞ。勝手にはぐれるなよ。さっきからずっと近くにいたってば。はぐれてなんかないよ。置いていくなよ。そばにいてくれよ。やっと本音を言ったね。サトルがそう思ってることなんかずーっと知ってた。大丈夫。さあもう泣くんじゃないよ。僕は絶対にサトルを置いていったりしないから。無事に着いたのね、ホテルに。よかった。じゃあちゃんと栄養のあるもの食べてね、ゆっくり休むのよ。分かってるって。じゃあもう寝るからおやすみ。はいはい、おやすみ。ごめんねおばさん。サトル来たよ。とりあえずのものは持ってきたけど、後で何かいるのあったら言って。ごめんねおばさん。
手術ダメだったんだって。俺あと1年くらいなのかな。ごめんねおばさん。お父さんお母さん、ナナだよ。どう？ハチにそっくりだろ。はじめまして。ハチもいい猫だったかもしれないけど、僕もなかなかのもんでしょ。綺麗だねナナ。七色の虹だ。七の虹だ。ああ、サトル、綺麗だね。本当に本当に綺麗な七色の虹だね。七色の虹、七の虹。あの日の虹は僕らの虹だ。きっと僕らの旅への花向けだった。あとは後ろ？バッグ2つお願い。はいはい。無事に着いてよかったわ。迷わなかった？おばさんの地図完璧。そういうの昔からちゃんとしてるよね。そういうとこだけはね。あ、それね。そういう意味で言ったんじゃないよ。いいのいいの、本当だから。よし。綺麗な家だね。サトルの部屋はあっち。今お茶でも入れてくるから。ありがとう。くつろいでて。よし、新しい家だよナナ。ほら。それではお決まりの点検を。のりこ。おばさんどうしたの？急にナナがなんかこの辺。おいおい慣れるから、おいおい慣れるからね。時間ちょうだい。もしかしておばさん猫嫌い？嫌いなんかじゃないの。苦手なだけ。子供の頃に噛みつかれたことがあったから。
おばさん7匹取るのすごい頑張ってくれたんだね。ありがとでも昔ハチを引き取らなかったのは猫が苦手だからじゃないのよ。う。分かってる。ハチは最後まで大事に飼ってもらえたんだから十分だよ。でもナナはせっかくのご縁も全部不意にしちゃったから。ありがとう。猫飼えるように家まで用意してもらって。ナナ、おばさんによろしくって。触って。柔らかい。まったく世話の焼ける人だね。サトル、車出しといたよ。ありがとあれ、ねえ、ほら病院の先生に渡すあれどこ置いたっけ？台所じゃないかな。台所？そんなに慌てなくていいよ。あった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 。サトル痛む？大丈夫。いいか、ゆっくりでいいからいらっしゃいね。ゆっくりでいい。笑っても散歩してものりこと病院に出かけても悟の体からあの匂いは消えなかった。虎丸が言った、もう長くはない匂い。おばさんの料理ってやっぱりお母さんと似てるよね。甘めの味付けで筑前煮に椎茸じゃなくてしめじが入ってる。ああ私たちの母親は早くに亡くなったからね。私にとっては姉さんの料理がおふくろの味なのよ。おばさんとの生活に早く馴染めたのもそのせいかな。おばさんが俺を引き取ってくれてよかったよ。私はちっともいい保護者じゃなかったわ。だって悟を引き取った最初にあんなこと言って。おばさん、用意できたよ。はい。サトル、ちょっと座って。何？いずれ分かることだから言っておくわね。サトルはお父さんお母さんと血がつながってないの。とにかくもうひどいのよ。今手伝ってる事件なんだけど、同じ人間がやることとは思えない。どうしてあんなことができんだろう。ねえ、面倒くさかったから捨てたっていうのよ。信じられる？おむつを替えるのが面倒くさかったからミルクあげるのをやめて、お腹空かせて泣くのが面倒くさかったから押し入れに閉じ込めて、
衰弱した赤ちゃんを病院に連れて行くのが面倒くさかったからゴミに出したって。もうだったら産むなって言うのよ。のりちゃん。その子この後どうなんのかな。ああ、両親の身内が引き取りを拒否したから乳児院に行くしかないと思う。兄さんと姉さんに引き取られて悟はとっても幸せだったのよ。あんな親の元で育つよりずっと。わかるわね。いくら事実だからって何もあの時にあんなこと伝える必要なんてなかったのよ。もう本当に私は頭でっかちで人の気持ちが分からなくて。違うよおばさん。あの時教えてくれてよかったんだ。早く教えてくれたから俺は自分がすごく幸せな子供だって早くから気づけたんだ。俺おばさんが教えてくれるまでお父さんやお母さんと血がつながってないなんて一回も考えたことがなかったんだ。それくらいお父さんとお母さんは俺を本当の子供にしてくれてた。生みの親にゴミみたいに捨てられたのによそのお父さんとお母さんがこんなに大事にしてくれるなんてすごいよね。わかるよ。僕は悟の猫になれた時きっと悟と同じくらい嬉しかったよ。でも転勤が多かったせいで寂しい思いをさせたわ。友達ができるたんびに引き離して。転校したから出会えた友達がいるよ。みんな俺がナナのことを頼んだら理由も聞かずに引き受けてくれた。いざっていう時に大事な猫を引き受けてくれる人がこんなにたくさんいるなんてすごく幸せな人生じゃないか。申し出てくれた人がみんなダメでも最後はおばさんが引き取ってくれる。おばさんに引き取られて大好きな両親の思い出を話しながらたくさん過ごせて俺が幸せじゃないわけないだろ。おまけに今は7までいるんだよ。最後の時間をおばさんとナナと一緒に過ごせるなんて。泣かないでよ。ほらほら2人ともベソベソ泣くんじゃないよ。食べよう。筑前煮美味しかった。参ったな。こういう時どっちの方を慰めたらいいんだい。
さあさあ、入院には付き添いがいるだろ。もちろん僕だよね。そうだよねナナ。一緒に行きたいね。ナナはいい子だからこれからもいい子にできるよな。僕がいい子でなかったことが今まであるかい？おいおい、待ってバカ、悪い冗談はよせ。いい子にできるだろ。うるさい、いい子なんて豚の餌だ。僕を置いていくなんて絶対に許さないぞ。いい子にしろよバカ。バカはどっちだバカ。僕を連れてけ。置いていきたいわけないだろ。大好きだよバカ。僕だって大好きだバカ野郎。戻れ。僕は最後までサトルの猫でいるんだ。サトルと一緒にいるんだ。戻れサトル行くな。サトル行くな。戻れサトル。行かないでサトル。戻れサトル。おいサトル行くな。帰ってこいサトル。そしたら巡回行ってきます。お願いします。さっき娘さん来ちゃったね。そうなんよ。ただいま。ナナあれナナお医者さんがね、悟との面会、屋内だとダメだけどお庭だったらいいですよって。お、でかしたぞのりこ。よくやった。やったねナナ。さあ悟に会えるよ。あほらサトル。ナナ。はい、悟のとこ行こうか。サトル。よく来たね。会いたかったよサトル。いい匂いだ。お日様の匂いがするね。猫はお日様と仲良しだからね。さあさあ、存分に嗅ぐがいい。ずっとナナが足りなかったよ。
な。よかったね、ナナ悟に会えて。ナナ、ナナ、ナナ、じゃあねのりこ、バイバイ。これでいつでも悟に会いに行ける。けど元野良とはいえ久しぶりの野宿はなかなかきつい。負けやしないぞ。僕は最後まで悟の猫でいるんだから。宮脇さん、今日はいいお天気やけ、海でも行ってみましょうかね。いいですね。はい、わかりました。のりこさん来てるみたいやけ、ちょっと行ってきます。大丈夫ですか？はい。なんだ？分かってるよ。もう捕まえたりしないよ。それならよろしい。ナナはバカだ。大バカだ。ご挨拶だね。また会いに来てくれるかな。僕は悟のたった一匹の猫だ。僕らは最後の最後まで一緒にいるべきだろ。ナナ、ナナ、ナナ、ナナ。おばさん、お願いがあるんだ。ナナの好きなささみとカリカリを持ってきてくれないかな。きっとナナはまた俺に会いに来てくれると思うから。よしよし、ちゃんと分かってるね。宮脇さん、お薬飲めましたかね？海行ってみます？風出てきましたね。悟、来たよ。
なんだかあの頃のことを思い出すな。銀色の車のそばで悟に餌をもらってた頃のことかい？今だから言うけど、あの頃から僕は悟のことを結構気に入ってたよ。この手がいつも僕を助けてくれた。愛してくれた。海きれいだね。うん、綺麗だね。宮脇さん、そろそろ。ナナ、俺の最後の猫がナナでよかった。そんなこととっくに分かってたよ、悟。悟。ナナ、ナナ、ナナほらナナ顔見して。綺麗だね、ナナ。七色の虹だ。七の虹だ。悟、他に呼びたい方がいらっしゃるようなら早い方が。猫を連れてきてもいいですか？悟の猫を。そんなこと聞かんでください。私たちは聞かれたらダメって言うしかないんです。下がってきた。宮脇さん。ナナ
悟。心肺停止、対向反射もありません。22時12分、死亡を確認いたしました。ご臨終です。ありがとうございました。困りますね。猫なんか連れてきてから。はよ出してくださいね。ナナ、悟は幸せだったって信じていいかしら。そいつは聞くまでもないってやつだよ、のりこ。今日はわざわざありがとうございました。お礼さんにもよろしくお伝えください。それじゃあ失礼します。はい。ペット同伴で泊まれるペンションでめちゃくちゃいいところなんでぜひ遊びに来てください。お、それは猫もいける。猫もちろん。うち猫飼ってるんですよ。写真見てくださいよ。ほら、可愛くないですか？かわいい。猫嫌いの親父まで陥落させたんです、こいつ。猫あるあるですよ、それ。飼い始めたら嫌いって言ってた人が意外とメロメロになったりね。そんだおばさん。あ、子猫いりませんか？うちのが子猫んで里親募集中なんですよ。見合いだけでもしてみませんか？俺連れてくる。悟のおばさんにもらってもらえたら俺嬉しいな。そうね。よかったらうちにも一匹。宮脇のお友達の子猫ならぜひ引き受けたい。本当に？ね。そういえば宮脇って小学生の時どんな子供だったの？あ、知りたい。ね。天然としか言いようがなかったですね。高校の頃ちょっと悟、見てたよね。なんだかみんなが悟の話をしているよ。ドヤ顔だったっすよ、めっちゃ。ヘナチョココウスケの声がする。チカ子の声も、杉の声も。
夏休みも毎日聞いたことのない声もいるけど、悟のことすごく好きだってわかるよ。のりこもとっても楽しそう。やってたねえ、悟がいなくなっても悟の好きな人たちがつながってるよ。悟のことを懐かしく話してるよ。悟にもこの幸せそうなおしゃべりが聞こえるかい？ねえ、悟が行ったところにもあの日の虹はかかってる？ほんの少し待っててよ。いつか僕らもそこへ行く。悟に追いつくまで旅を続けて、たくさんお土産話を持っていくよ。おはよう、君は誰に慣れた道に佇む。悪くない先ママ旅。ああ、今日はどこへ行こう。お日様を連れてお気に入りの屋根。かわいい歌声聞こえた。一緒に来てもいいよ。尻尾ってご挨拶。大切な人ができる。それもきっと素敵だろう。それは何？もしかして呼んでいるの？こっち見て。悪くないねその響き。あららら僕の名前。優しい